第1章ソジョーナ。ブルースとは、歴史の表舞台と影、奴隷として生まれた少女の過酷な日々。19世紀の農園、綿花畑、奴隷の子供たち。19世紀のアメリカ、まだ奴隷制度が当たり前だった時代。1797年頃、ソジョーナ・ブルースはニューヨーク州で奴隷として生まれました。本名はイザベラ・ボンフリー。彼女は子供の頃に家族と引き離され、何度も売られました。ある主人のもとでは、ひどい暴力を受けたこともあります。当時、奴隷は物のように扱われ、自由に生きることは許されませんでした。衝撃の脱出劇、自由を求めた決死の逃亡。しかし、イザベラは運命を変えます。1826年、彼女は自由を求めて脱出しました。逃げた先で出会った白人の一家が、彼女をかくまい、主人にお金を払って正式に自由を手に入れます。こうして彼女は奴隷ではなく、自由な女性として新しい人生を歩み始めました。ソジョーナ・ブルースという名を選んだ理由。1843年、彼女は自分の名前をソジョーナ・ブルースと改めました。ソジョーナは旅する者という意味、そしてトゥルースは真実を意味します。彼女は神の啓示を受けたと信じ、自分の使命を果たすために旅を始めたのです。そしてこの旅の中で彼女は歴史に残るスピーチを行うことになります。第2章、私は女ではないの？伝説のスピーチの真実。1851年の女性権利大会で何が起こったのか。1851年、オハイオ州アクロンで女性の権利を訴える大会が開かれました。しかしそこにいたのはほとんどが白人女性。黒人女性であるソジョーナ・ブルースは彼女たちに歓迎されませんでした。それでも彼女は立ち上がり、こう語ったのです。Ain't I a woman? と本当に言ったのか。彼女のスピーチの中で最も有名なのが、私は女ではないのという言葉です。しかし実は、この言葉が本当に言われたかどうかには疑問が残っています。当時の記録によると、彼女は南部の黒人のような訛りで話したわけではなく、生まれ育ったニューヨークの話し方だったとも言われています。つまり、後世に伝えられた言葉と実際のスピーチには違いがあるのです。そのスピーチが歴史を変えた理由。しかし、それでも彼女の言葉は多くの人の心を動かしました。彼女のスピーチは、女性の権利と黒人の自由の両方を訴えた、当時としては画期的なものでした。第3章、歴史が隠したソジョーナ・ブルースの知られざる逸話。リンカーンとの意外な関係とホワイトハウス訪問の真相。南北戦争中、ソジョーナ・ブルースはリンカーン大統領と会っています。彼女は黒人兵士の待遇改善を訴えました。リンカーンは彼女に感銘を受け、握手を交わしたと言われています。20ドル紙幣の肖像候補だった。近年の再評価。実は彼女の肖像が20ドル紙幣に採用される候補だったことをご存知でしょうか。しかし、最終的に前回の動画でご紹介したハリエット・タブマンが選ばれ、彼女は採用されませんでした。それでも、彼女の功績は今も多くの人々に再評価されています。元年の驚くべき活動と、彼女が語った最後の言葉。元年の彼女は、黒人女性の権利向上のために活動を続けました。奴隷制度が終わった後も、黒人の人の暮らしはまだ苦しいものでした。自由になったとはいえ、土地もお金もなく、差別もなくなったわけではありません。ブルースはそんな中で、黒人の皆さんが土地を持ち、教育を受け、きちんと生活できることが大切だと考えました。また、彼女は女性の権利についても戦い続けました。黒人であり、女性でもあるソジョーナ・ブルースは二重の差別を受けていたからです。元年は、ミシガン州のバトルクリークという町に住んで、多くの人に囲まれて暮らしていました。人々は彼女のことを勇敢な女性として尊敬していました。年を重ねてもスピーチをしたり、人の相談に乗ったり、精力的な活動を続けていました。そして、1883年に亡くなりました。彼女の最後の言葉は、私はもうすぐ天国へ行く。ここは真実だけが語られる。だったと伝えられています。エンディング。ソジョーナ・ブルース。彼女の言葉と行動は今も世界に影響を与え続けています。あなたはどう感じましたか？ぜひコメントで意見を聞かせてください。